おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、デッサンを見ていただこうかなというふうに思います。デッサンですね。コットマンという紙に、描いた作品となっておりますけども、スウェーデンのひなさんから送っていただいたものを元に描いた作品となっております。こちらいいでしょう？どないですか？こちらの作品をお見せしたいと思います。ゴロッとですね、鉛筆とかをザクザクっとつけた感じで、結構皆さん面白いかなと思いますので、よかったら最後までご視聴ください。それでは、どうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。人物ですね。スウェーデンのひなさん、という方から送っていただいた、鬼講評会に出品して、くださっている方から送ってきていただいた作品です。早速なんですけどね、なんか下書きはしておきました。これ転写してあります。転写。で、コンテ、パステルで、コピーした紙の裏に黒く塗って、それをなぞっていくような形で。で、今やっている作業というのは、千枚通しみたいな、千枚通しってわかります？千枚通しみたいなのも100円ショップとかにも売ってますけど、まあでもこう先がねちょっとこれでも尖りすぎてたりするから、こうもうちょっと丸みのある何かを探さんといかんんですけど、千枚通しとか、コンパスとかの針とかでもいけるかもしれませんね。そしてそれでこう髪の毛とかをへっこましておきました。白髪の部分とかもちろん毛の方向に合わせてね。でもだいぶこれ消えました。そして、コンテの下書きをある程度消しておきました。そして早速いきました。これ 3B、4B、6B、B やったかな。大体そのぐらいで書いております。あんま硬いのも使わずに、で、多くは 6B で書いてます。ヒゲのところはステッドラーの濃いやつがあるんですよ。で、それで書いていってます。で、まず鉛筆の腹だけを使って、腹ってわかります？鉛筆のね、芯のね。で、腹だけを。で、これコットマンという紙のスムーズやから細め、を使っております。コットマンという紙の細めを使って描いていっております。それで、今、大まかな陰影をつけていってますけど、ね、もうすごく彫りが深いのでガクガクとしてはるので、非常に、稜線と呼ばれる眉毛のあたりとかが稜線とか、頬骨のところとかが稜線とかになってきたりするんですけど、そういったところに、少し濃いめに塗りつつ、形が消えないようにしながら、目なんかもそんなに細かくね、描くわけじゃなく、大作りにどんどんと、もうこれ 3B あたりで初め描き出しました。もっと濃くした方がいいかな思って 6B 使ったりとか、女性像と違って男性の方はかなり濃くいけるなと思って、結構描いて消してみたいな感じでやっていっております。で、鉛筆の腹で、僕は結構初めにこすったりしながら、まず土台を作っていくという作業をします。これ否定的な方もいるんですけど、私はこういうふうに立体的にまずある程度捉えてから、細かい部分みたいなのを描いていくという。で、結構多いのは、こすりすぎてるというか、最後ちゃんと描いてるんですけど、その部分動画的にはカットしてるわけではないんですけども、こすって、ほぼこすって終わったなっていう人多いので、結構書いてますよ、鉛筆ね。で、タッチをこうやって、今やと斜めのこういう線が多いんですけど、いろんな複雑なタッチにしながら、微妙な形とか調子とか、骨とか造形的なものとかを作っていくという作業をしていっております。まだこれは本当に大きく作っていって、目なんかも全部影になってるということでですね、これでスウェーデンの方から送ってきてもらった写真は何枚使ったかな、もう 5人目かぐらいかなと思います。ライブ配信から始まりましたけどね。出入りの業者さんやったらしいですね、あの方がね。で、この方は社員の人なんですかね。ガリガリタトゥー入ってましたんでね、ガリガリタトゥー描きたかったですけど、ちょっと顔だけになってしまいました。ガリガリのタトゥーをね、わざわざタンクトップになってくださったんでしょうね、撮影の時に。で、目とかを描いております。で、こっち側のどちらかという光が当たってる方の目という方が、どちらかというとコントラストとかキラキラ光影が強くなりますので、こちらの方意外と慎重に描いていったりとかしています。白目が塗り残してみたりとかね、そういうなんていうか光影で、鼻と境目なんてあそこのところはぐっと慎重に描いてるんですよ。で、なんとなくだらーっと描くんじゃなくて、引き締める瞬間は引き締めてるんですよ。ちゃんと鼻とかのところのコントラスト強くとか、鼻の下のところのコントラスト強くとか、強い弱いみたいなのは結構実はやってるんですけど、皆さんにはなかなかそこまでね伝わりきらないというか、だらーっとしたね、ぬるーっとした絵になってしまう方結構いますけども、決めるっていうところは決めやんといかんんですよ。ここがね難しいわよね、わかんないよね。で、そこはどこかっていうと、光と影の境目っていうところとか、もう急激な形の変化してるところとかっていうことなんですよ。
まあ鼻のところがぐるっと曲がってるでしょ。この辺がガクッとしてる人いないでしょ。ガクッとかさ、顎はもうちょっと急激に近いけど、まあそこまでじゃないじゃないですか。でも鼻とかですね、そういうところ、口の今ところなんていうのをこっち側から見てガクッとしてるとかっていうところとかですね。で今こうやってよく見てみると、初めにこう、千枚同士でこうやった線とかっていうのが見えてきております。なかなかいいですよね。いいモデルさんを山ほど、ちょっと早送りしてるかな、この辺は。すみません。ちょっと早送りも使わせてもらってます。私の動画、基本的に早送りはあんま使わないようにしておりますけど、早送りも若干今回、もう早いってね、ちょこ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 ちょって動くとね、皆さんついていく。今、若干早送りにしております。4倍ぐらいかな。まあ、手の動きとかもなるべくわかるように全体でですね。でも若い人はね、もう長すぎるわ、遅すぎるわっていう風にね、僕の視聴者は圧倒的に若い人が多いんですよ。65歳以上がもうどんどん増えてきております。ガってなってるって光がちゃんと。そして今ティッシュでこすりました。で、稜線と呼ばれる光と影の境目の線とかっていうところはちょっと塗り残して、こすり残してるんですよ。で、紙の凹凸の中に入れないようにしながら、もう真っ黒になっちゃいましたけどね。細かいところは今やってるような擦筆と呼ばれるものを使ってやっております。鉛筆デッサンの動画もね、山ほど出しておりますしね、こちらから撮った、ちょっとこう光ってしまってるので、斜めからより今回はちょっと上からの方が多いかなと思いますけどね、斜めからのが筆先とか鉛筆先とか見えるんですけど、ちょっと光が光ってしまっていたので、ちょっと見えにくいかな。で、そしてもう 6B です。これガッガッガッガ 3B、6B を同時に使いながら、またこの辺も 6B です。ヒゲ描いたれっていうね。こんだけいいですね。ヒゲもっさーって、僕はそこまで多分なるんかな。ここつながって、あんまつながってんからね。いいですよね。意外と僕ね、年齢的には同い年ぐらいやったりするんですけどね。なかなかワイルドなおっちゃんですけど、年下やったりするかもしれませんもんね。今度聞いてみやんといかんね。シャカ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 と鉛筆の音が鳴り響いている、動画かな。音は消したかな、わかりませんが、どっちだったかな。シャカシャカ言うてますね。ということで、鉛筆の腹をまだ使ってます。コスターともまだ鉛筆の腹でまた、造形的に大きく作ってます。この大きな作りみたいなのがね、こう本当にこう、今回はいつもどちらかというと女性像みたいなものやったら、ちょっとこう、明るめに描いてたりするんですけど、で、ちょこっとようやく鉛筆立てました。こういうところね、ちょこっとだけ、角度的に言うとずっと腹で描いてるときはこう30度ぐらい、今45度ぐらいになったぐらいですけど、ほんの少し立ててました。で、ちょっと細かい描写とかしていく際には少しこう鉛筆を角度を立ててっていう、これなんかも45度ぐらいになってきました。最終的には60度ぐらいの角度になってくるかな。45度、60。細かいわね。もうね、めんどくさいわね。女性の方はね、こんなんね。でも男性意外とこういうの好きなんでしょうね。で、出だしはとにかく30度ぐらいで。でも、まあ徐々にこう、この角度がこう立ってきたりね、していくと。今風また寝かせてますよね。いや、要は何度もこう作っていくんですよ。このおっちゃんのゴロッと感をみたいなね感じでね、作っていくということで、で鉛筆のこう腹で描いたものと、ようやくこれが B ぐらいかもしれない。ちょろっと B ぐらいので B とやっぱりH 系とかに入ってきたりするとかなりこうなんていうかしっとりしたで 6B とかになってくるとザラッとした感じになるんですよ。うわこれ表現難しいな。ね、なんか鉛筆のこうだからちょっとこう自分のでこう角度をね寝かせた感じで 3H、H、HB、2B、4B、6B とか全部同じぐらいで、それで筆圧も同じぐらいで書いたら全然印象違うんですよ。でやっぱりこうそれの鉛筆の質感を使い分けてあげて、ちょっとこういろんなこうねバリエーションの鉛筆のしっとりしたものからザラッとしたものまでみたいな感じで使い分けてあげれると複雑になっていくと、複雑にしていくと。ね、ということでございまして、それでこれ今ペッとなんか見せたのは、これステッドラーのめっちゃ黒いとかいう鉛筆ですよ。めっちゃ黒いという。で、それの 6B かなんかの腹を使って、で、腹を使って書いていくと、紙のボコボコの中に入っていかないので、角度がこういう感じだったりするからね。そうすると、ヒゲみたいに初めにへこませたところの中に入っていかないんで、そこの線が白くより強調されて見えてくるんですね。
言うてること分かります？で、角度立てりゃ立てるほど紙って凹凸ありますよね。このコットマンやとそんなに凹凸ないですけど、ね、その中に入っていってしまうと、ちょっとこう、初めにへこませた白い線っていうのが消えてしまうから、ちょっと寝かせながら、そして筆圧も柔らかめにしたりとか、硬めにしたり、強めにしたりとか、ちょっとそういうのをこう微妙に変えてるんですよ。難しい。ねえ、20分の動画3分の1の時間にしてるからね、もうっていう感じかもしれませんけど、そこまでこう、ほんの少しずつのこう、なんちゅうかこうね、を変えていく。この辺っていうのはなかなか説明も難しいです。ね、実際の本物の作品とか見たら、あ、ほんまやっていうふうに思いはるかもしれないんですけど、本当にもう多くの人が言いますね。あ、全然思ってたより細かかったっていうふうに言いますね、作品見たときに。大体の人そうですね。あと色がこんな鮮やかやと思わんかったってね、言いますね。動画と全然違ったわって今回もね、名古屋、福岡、東京とやりまして、多くの人がもうほんと下手すら何千人で来てるでしょうね。あの感じやったら見に来てくださってありがとうございました。サンキューベリーマッチ。本当にもうありがとうございました。もう名古屋なんかもね、いっぱい人来ていただいて、あそこでね、クロッキーなんかした時とかもめちゃくちゃ人いたんですよね、あれね。12月で屋外はちょっと雨降り小雨ぐらいやったけど、暑くて途中で冷房つけてもらったんですよ。クロッキーしてる時暑くて結構汗だくなってる人いたんで、振り返るとと思ってですね、私も汗かきそうやったから、もうそれで耳とかちょっとずつ鉛筆立ててきてるの分かります？今45度ぐらいになってきたでしょ。で、鉛筆の角度が少し立ってきているなと。でこっち側からのアングルで映してると映像斜めからですね、目とか光ってるんで、ライトで何も書いてないように見えますけど、こう上から見たやつやったらこうちゃんと映ってますけど、ちょっと斜めから見た時に光ってしまってるので何も書いてないように見えますけど、実はちゃんと書いてますのでね。で、この辺とかもうほら、もう濃いやつで書いていきます。今回は相当だからザクザクと濃い鉛筆を使ってザクザクザクと書いていったっていう感じです。だから、ね、ちょっと今まで男性のデッサンでほぼやってないかなと思いますけども、こういったものも参考になるから、先ほどこう消しゴムでごめんなさいね、輪郭のとこをギューッと消していくシーン、ちょっと何分間前戻ってもうたら、硬い消しゴムで普通に物とかの消しゴムで輪郭消していくシーンが、説明できませんでした。申し訳ございません。僕結構ね、硬い鉛筆でガーッと消すんですよ。で、もう形の外側までビシャーっとこうね、バーッとこう、奥へ行けとか、回り込めっていう感じでですね、バーッとこう、擬音をですね、ほんと擬音ばっかりですけども、で、だいぶ複雑になってきたでしょ。で、ここから意外とこう鉛筆をだいぶ立て出して、45度から60度とか、それで今消しゴムとかでもほんの少しこうピュッと書いたりとか、ね、もう本当にそんなんね、ライブ配信とかで人物やった場合は、そういうのをお見せできますよね、すべてね。でもこう、なかなかこう伝わらないですけども、この辺から少しこう、ピッチの筆致みたいなのが短くもなってきてますし、タッチもやっぱ複雑にして書いていった、また消したり、練り消しでこう、消すというか叩いて複雑にするとかね、という感じでやって、こうヒゲなんかひょろひょろひょろと出たヒゲとか書いていってます。この辺なんかこう練り消しですね。練り消しでポン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 とトン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 ってやつですね。ということでございます。髪の毛これ 6B のめっちゃ黒いやつとかで書いてます。ほらめっちゃ黒いでしょ。頑張ってるんですよ。ね、この辺がね。これ殺筆です、殺筆。こする筆と書いて殺筆。要はティッシュとかでこすりきれへんようなところとかをやったり。なんかこう、本当にね、これで書くっていう感じでやってます。ほんの少しずつこう、なんかこう、ザラッとした質感の中にもちょっと微妙な調子を入れてみるとかみたいな感じで書いたりとかしてます。そしてより黒いのとか髪の毛とかゴリゴリゴリとかっていう風に、書いていっております。こういう感じでね、髭とか。ちょっとこう、なかなかこう、初めにこう、へこませた白い線とかっていうのは皆さんに見えないかもしれませんけど、実は結構そのチラチラと見えてきたりとかしています。で、これ B ぐらいでですね、鉛筆でやってますね。で、B が今回はこう、どちらかとしっとりした一番硬い鉛筆という感じでございます。それで練り消しとかでこれ目の中のちょっとだけあるハイライトを描いてます。ものすごい白さを出すんじゃなくて、ほんの少しだけ
で、それで眼球っていうね、眼球っていうのを書いております。そしてこれね、力消しで叩きながら、タン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 とこうちょっと明るくしたりとか、形を複雑に、もうおっさんのね、肌とかもボコボコでぐちゃぐちゃでしょ。おっさんやからね、もう本当に。これ目光ってしまってますけどね、この辺とかが申し訳ないです。で、こうやって見ると、出来上がってきた。ね、出来上がってきた。できそうでしょ。どうですか皆さんね。できますよね、こんなんね。これぐらい楽勝でしょ。デッサンのまた、デッサンの会とかで皆さんからデッサンのみを募集するような時があってもいいかもしれません。なかなかね、これだけこうタフに動いてはる人やからね、なかなか。で、鉛筆、硬い、6B のやつとかで少しガリ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 と書いていっております。結構こう皆さんからですね、こうデッサンなんかもこう送ってきていただくんですけど、どうしてもね、こう立体を出すという感覚がまだまだ弱いので、もう立体感出てるでしょう？どうですか？あとはこの立体感を崩さないで、本当にこう微妙な人間のこう骨格であるとか、肌のこう複雑さであるとか、を詰めていくという作業を鉛筆をだいぶ角度なんとなくわかります。60度ぐらいになってきたなと。直角ということはないですけどね、90度ということで、最高でも70度ぐらいかな。もう最後は70度ぐらいとか徐々に立ってきている。で、この作業結構やっているんですけど、少しこうやっぱ立ってきているなと。で、皆さんの見てるとちょっと擦ったまま終わってしまっているようなところあるけど、やっぱり描かないと描くということが、もう土台は土台なんですよ。土台では土台として擦るという作業は。で、達筆で、細かいところを擦っている作業に関しては、あれも書いてるんですよね。だからちょっとそういうところを皆さんね、もうこれもう完全に鉛筆立ってきてるでしょ。鉛筆の先っちょ尖らせる。もうなかなかそこまで映ってないけど、結構尖らせたりします。ね、この辺のシワ、もう男性はね、どんどん書いても怒らないしね、スウェーデンの方、皆さん寛大で優しいですよね。ということで、シワを書いていったりとかしていって、最後の密度を上げていっております。この辺とかね。この時間帯っていうのは意外と、長いっていうか、しっかりやっているんですけども、このところの作業で微妙な微妙なで、なんかこうデッサンというものが少しこう、白黒なんですけど、何か色が見えてくるみたいな、なんか感じしません？ちょっと言わしましたけど、黒と白だけ、白い紙に書いてるんですけど、ちょっと微妙な複雑なトーンになってきたら、なんかこう、白黒やけど迫力あるなみたいな。いつも通り皆さんにね、無理やり思い込ますというか、言わすというかね、見えてきたんじゃないでしょうか。そのデッサンがね、色がついたように見えてくる瞬間っていうのがあるんです。奥さんあるんです。本当ですよ。もうね、そんな感じのところまで一回皆さん到達されると、皆さんのレベルというのはぐぐっと上がります。本当ですよ。これを言うてますけど、デッサンが色がついてるように見えてきたとか、なんかね、何か、要は鉛という、黒い鉛というものが、何かの物質に変わってきた人間の肌、髭とかね、なんかに変わってきた瞬間、何かそこに色を持って見えてくるみたいな感じが感覚として僕なんかはあって、そういうところまで行くというね、境地にぜひぜひ、皆さんも頑張っていっていただけたらなと思います。おじさんはこれぐらいね、1時間で書いてしまって申し訳ございません。ね、皆さん頑張ってやってるのにね、この野郎ふざけんなって、いうことでございましょうけど、こういう皆さんのために勉強のためにお見せするという動画ですけども、鉛筆デッサンとか、デッサンとかっていうのもすごく基本的なものやと思いますので、たまにはされてみてもいいのかなというふうに思います。興味がある方とか、この辺ちょっと最後も斜めからの光でライトを少し消しました。光らない。だから暗く映っておりますけど、なんかすごいリアリティありますよね。この人のね。でも多分優しい人やと思うんですけど、怖そうですよね。なんか道から向こうから来たらシュッと避けちゃいそうですね。っていう感じでございます。ヒゲももっさーってね、なかなかワイルドだぜってジャパンでは流行ってますので、ぜひぜひこの辺ちょっとね、ライティングはもうだいぶいろんな線入ってるでしょ。で、その線がいろんな角度になってすごい複雑になっていってるのが分かってもらえるんじゃないでしょうか。ということで、デッサン、ぜひぜひ皆さん、お近くの方、親戚、おっちゃん、お父ちゃん、お母ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、近所、先生、何でもいいですので、ぜひぜひ挑戦されてみてはいかがでしょうか。ということで、以上です。終了。
ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？1時間で描いた作品ですけども、濃い鉛筆をですね、中心に、3B、6B、あとちょこっと B を使って描いたという作品でございます。ぜひぜひ皆さんも、こういう風に大きな作りみたいな、だんだんとつけてみる、男性なんかはもってこいでございますので、よかったらやってみられてはどうでしょうか。それでは、また次回。では。チャンネル登録よろしくね。バイバイは？バイバイ。バイバイ。バイバイ。もう一度。